眠い町、小川未明。この少年は名を知られなかった。私は仮に K と名付けておきます。K がこの世界を旅行したことがありました。ある日、彼は不思議な町に来ました。この町は眠い町という名がついておりました。見ると、なんとなく活気がない。また、音一つ聞こえていない、しんとした町であります。また、建物といっては、いずれも古びていて、壊れたところも修繕するではなく、煙一つ上がっているのが見えません。それは工場などが一つもないからでありました。町はだらだらとして平地の上に横たわっているばかりであります。しかるに、どうしてこの町を眠い町というかと言いますと、誰でもこの町を通った者は、不思議なことには自然と体が疲れて眠くなるからでありました。それで日に幾人となくこの町を通る旅人が、皆この町に来かかると、急に体に疲れを覚えて眠くなりますので、町外れの木陰の下や、もしくは町の中にある石の上に腰を下ろして、しばらく休もうといたしまするうちに、まるで深い深い穴の中にでも引き込まれるように眠くなって、つい知らず知らず眠ってしまいます。ようやく目が覚めた自分には、もういつしか日が暮れかかっているので、驚いて立ち上がって道を急ぐのでありました。この話が誰から誰に伝わるとなく広がって、旅する人々はこの町を通ることを恐れました。そしてわざわざこの町を通ることを避けて、他の方を遠回りしていくものもありました。K は人々の恐れるこの眠い町が見たかったのです。人の恐ろしがる町へ行ってみたいものだ。俺ばかりが決して眠くなったとて、我慢をして眠りはしないと心に決めて、好奇心の誘うままに、その眠い町の方を指して歩いてきました。なるほど、この町に来てみると、それは人々の言ったように気味の悪い町でありました。音一つ聞こえるではなく、しんとして昼間も夜のようでありました。また、煙一つ上がっているではなく、何一つ見るようなものはありません。どの家も戸を閉め切っています。まるで町全体がちょうど死んだもののように静かでありました。K は壊れかかった黄色な土の塀について歩いたり、破れた戸の隙間から中の様子を覗いたりしました。けれど、町の中には人が住んでいるのか、それとも誰も住んでいないのかわからないほど静かでありました。たまたま痩せた犬が、どこから来たものか、ひょろひょろとした歩みつきで、町の中をうろついているのを見ました。K は、この犬はきっと旅人が連れてきた犬であろう。それがこの町の中で主人を見失って、こうしてうろついているのであろうと思いました。K はこうしてこの町の中を探検していますうちに、いつともなしに体が疲れてきました。ははあ、なんだか疲れて眠くなってきたぞ。ここで眠っちゃならない。我慢をしていなくちゃならない。と、K は独り言をして自分で気を励ましました。けれど、それはちょうど麻酔薬を嗅がされた時のように、体がだんだんしびれてきました。そして、もう少しでもこうしていることができなくなったほど眠くなっていきましたので、K はついに我慢がしきれなくなって、そこの塀の辺に倒れたまま、前後も忘れて高いいびきをかいて寝入ってしまいました。よく眠ったと思いますと、誰か自分を揺り起こしているようでありましたから、K は驚いて目を見張って起き上がりますと、いつの間にやら日は全く暮れていて、辺りには青い月の光が冷ややかに彩っていました。もう何時だろう。これはしまったことをしてしまった。いくら眠くても我慢をして寝るのではなかったが、と K は大いに後悔しました。けれども、もはや仕方がありません。彼はそこに落ちていた自分の帽子を拾い上げて、それをかぶりました。そして辺りを見回しますと、すぐ自分のそばに一人のじいさんが大きな袋を担いで立っていました。K はこのじいさんを見ると、誰か自分を揺り起こしたように思ったが、このじいさんであったかと考えましたから、彼は臆する色なく
そのじいさんの方に歩いて近づきました。月の光でよくそのじいさんの姿を見守ると、破れた洋服を着て古くなったボロ靴を履いていました。もうだいぶの年と見えて、白いひげが伸びていました。あなたは誰ですかと、少年は声に力を入れて問いました。するとじいさんは、とぼとぼとした歩きつきをして、K の方に寄ってきて、わしだ、お前を起こしたのは。わしはお前に頼みがある。実はわしがこの眠い町を建てたのだ。わしはこの町の主である。けれど、お前も見るように、わしはもうだいぶ年を取っている。それで、お前に頼みがあるのだが、一つ、わしの頼みを聞いてくれぬか。と、そのじいさんは、この少年に話しかけました。K はこう言ってじいさんから頼まれれば、男子として聞いてやらぬわけにはいきません。僕の力でできることなら何でもしてあげよう。K はこのじいさんに誓いました。じいさんはこの少年の言葉を聞いて非常に喜びました。やっとわしは安心した。それならお前に話すとしよう。わしはこの世界に昔から住んでいた人間である。けれど、どこからか新しい人間がやってきて、わしの領土をみんな奪ってしまった。そしてわしの持っていた土地の上に鉄道を敷いたり、汽船を走らせたり、電信をかけたりしている。こうしていくと、いつかこの地球の上は、一本の木も、一つの花も見られなくなってしまうだろう。わしは昔から美しいこの山や、森林や、花の咲く野原を愛する。今の人間は少しの休息もなく、疲れということも感じなかったら、瞬く間にこの地球の上は砂漠となってしまうのだ。わしは疲労の砂漠から袋にその疲労の砂を持ってきた。わしは背中にその袋を背負っている。この砂を少しばかり、どんなものの上にでも振りかけたなら、そのものはすぐに腐れ、錆び、もしくは疲れてしまう。で、お前にこの袋の中の砂を分けてやるから、これからこの世界を歩くところは、どこにでも少しずつ、この砂をまいていってくれ。と、じいさんは、K に頼んだのでありました。少年は、じいさんから不思議な頼みを受けて、袋を持って、この地球の上を歩きました。ある日、彼はアルプス山の中を歩いていますと、言うに言われぬいい景色のところがありました。そこには、幾百人の土方や甲府が入っていて、昔からの大木を切り倒し、見事な石をダイナマイトで打ち砕いて、その後から鉄道を敷いておりました。そこで少年は袋の中から砂を取り出して、せっかく敷いたレールの上に振りかけました。すると見る間に白く光っていた鋼鉄のレールは真っ赤に錆びたように見えたのでありました。また、ある繁華な雑踏を極めた都会を K が歩いていましたときに、向こうから走ってきた自動車が危うく殺すばかりに一人のでっち小僧を跳ね飛ばして、振り向きもせずに行き過ぎようとしましたから、彼は袋の砂をつかむが早いか、車輪に投げました。すると見る間に車の運転は止まってしまいました。で、群衆はこの無礼な自動車を難なく抑えることができました。またある時、K は土木工事をしているそばを通りかかりますと、多くの人足が疲れて汗を流していました。それを見ると気の毒になりましたから、彼はごく少しばかりの砂を監督人の体に巻きかけました。と、監督はたちまちの間に眠気を催し、さあ、みんなもちっと休むだ。と言って、彼はそこにある帽子を頭に当てて、日の光を遮りながら、ぐうぐうと寝込んでしまいました。K は汽車に乗ったり、汽船に乗ったり、また鉄工場に行ったりして、この砂を至るところで巻きましたから、とうとう砂はなくなってしまいました。この砂がなくなったら、再びこの眠い町に帰ってこい。すると、この国の王子にしてやる。と、じいさんの言った言葉を思い出し、少年はじいさんに会おうと思って、眠い町に旅出をしました。幾日かの後、眠い町に来ました。けれども、いつの間にか昔見たような灰色の建物は跡形もありませんでした。のみならず、そこには大きな建物が並んで、煙が空にみなぎっているばかりでなく、鉄工場からは響きが起こってきて、電線は蜘蛛の巣のように張られ、電車は市中を縦横に走っていました。このありさまを見ると、
あまりの驚きに少年は声を立てることもできず、驚きの眼を見張って一生懸命にその光景を見守っていました。